どうも、とある料理屋料理長のピエールです。本日はキジハタをさばいていきたいと思います。よいしょ。本日はね、いいキジハタが入ったということで2本もらいました。おお、これはなかなか立派なキジハタでございます。どうですか、見えますか？このまだら模様が特徴なんですよね。綺麗な魚です。すごいね、全身にぬめりの多い魚なんですよ。見てください、これ。ねちょねちょ。ね。はい、こんな感じになります。いいかな。これはね、春から夏、初夏ですね。初夏にかけて、旬を迎える魚です。でね、この庄内地方でももちろん取れますし、あとは全国だと日本海、九州地方の方とか、そこでも取れます。で、同じこのハタ科の中には、ハタとか、有名なクエっていう魚もいますね。どちらもね、高級魚として扱われております。さあ、ではさばいていきましょう。さあ、やっていきましょう。じゃあまずはね、金だわしでぬめりを取ります。このエラのところが尖ってるんですよ。この魚特徴的でして、すごく危ないんですよね。ちょっとね、この魚トゲが多いので分手をしてやりますね。今日はね、主に刺身にしていこうかなと思ってます。予定ではね、寿司を作ろうかななんて思ってますけれども、流れでやっていきたいと思います。もう少ししたらね、店のスタッフがみんな来るんで、それまでにねちょっと終わらせたいなと思ってるんですけど、あと取れない分は包丁でね、ちょっと細かいところをこう削いであげると取れると思います。このね、キジハタ突き引きする方も多かったです。突き引きっていうのはね、この包丁を使ってこうゴリゴリこう取っていくやり方も多かったんですけど、金だわしでいけちゃうみたいなんでこっちを採用しました。このキジハタもね、すごい美味しいんですよね。一見ね、見た目的に柔らかい魚かなと思うんですけど、身がね結構しっかり締まっていて、なんだろうな、タイとかブリとかああいった魚みたいに分厚く切るとね、ちょっと食べづらい、ちょっとね噛み切れないっていうんですか、身が引き締まってて硬いというか、なのでイメージ的には薄作りして使う感じですかね。この前もねちょっと寿司作ったんですけど、身の厚み調整しないとね食べづらいなと思いました。そこら辺もちょっと復習兼ねてやっていこうかなと思ってます。はい、こんな感じですね。で、削った方がこちら、こんな感じになります。よし、じゃあこっちもやっていきますね。はい、こんな感じになりました。ほらーね、綺麗になりましたよね。今度はね、下処理に移りたいと思います。金だわしで取れなかった鱗なんかをね、包丁でねこう仕上げてあげる。特にね、こういうところちょっとまだほら鱗残ってるんですよね。そしたらね、さばき方はいつもと一緒です。これはいつも通りエラの付け根にね、ちょっとこう包丁を入れておきます。穴に包丁を入れて、こんな感じで、はい、開くと、はい、開いて、はい、で中を取り出しますと、中骨のところにいつも通り包丁をちょっと入れておくと、後で洗う時に血合いが取りやすいというわけですね。はい、まずここまでしておきました。そうね、用途にもよるんですけど、今日の使い方で言うと、釜下、釜の下っていうのは魚を立てた状態で釜上、ここで切るのが釜上で、釜の下で切るから釜下。刺身にしたいので釜下で切ります。もうね、ほんと他の魚と一緒、やり方は。魚の見た目が変わるだけ。もうこんな感じね。はい、これはね、お椀かもしくは煮付けにしちゃいます。よし、じゃあこれはね、洗いますんで、頭を先に、わかりますか、こうやって先に落として、関節を狙うと簡単に落とせますね。で、それから腹を開くっていうやり方。おはようございます。はい、こんな感じです。おはようございます。大丈夫です。気にしないでください。はい、スタッフの人来ちゃいました。恥ずかしいね。でも構わずやっちゃう。はい、そしたらね、これを洗っちゃいます。はい、こんな感じですね。形がね小さいからもう結構簡単にできちゃうんですね。いつもタイとかね、でかい魚をやってると、この手の小さな魚をね、下処理がすごく楽ですね。そしたら、これはね、水気を取ってください。これもいつものようにね、一緒。いつもと一緒です。こうやって、水気を取る。これはもう絶対ですね。魚をさばくときの絶対事項。水はもう、水腐りって言ってね、鮮度を悪くするね、要因の一つなんで、綺麗にいい感じで、
このまま保存する場合もあるんですよ。このままさばかないでペーパーにくるんで保存する場合もあるんですけど、それだけはなおさらね、水分の方を取ってください。はい、こんな感じですね。はい、いいですか。三枚おろしに移りたいと思います。じゃあね、ちょっと人がいるんであれなんですけど、こそっとね。さあ、さばいていきましょう。よし。そしたらね、いつものように腹からいきます。腹せっせ腹でやか。まず腹。2回目で中骨まで包丁入れると。そしてね、ひっくり返して、同じように、まずは軽くガイドラインを入れますと。はい。そしたら2回目の包丁で中骨に当てて、やると。ここまでいかんでね。ですか？はい。そしたら、あとはここに包丁を入れて、この包丁で開くと。はい。こんな感じ。ほら、簡単でしょ？僕はね、いつも大体魚をさばくときは、タイを基準にしてるんですよ。タイっていうのはオーソドックスな魚の形をしているので、あのさばき方さえできれば、他の魚ももうさばけると思ってますので、やり方は本当にタイと一緒です。ね、ちょっとサイズと魚の種類が変わっただけ。そしたらこっちも腹背腹なので、今度背からいきます。はい。同じように、1回線を入れます。で、ガイドラインと。で、2回目で中骨に入れて、と。こんな感じね。はい。腹のところも一緒。1回入れて、2回目で、1回引っかないと。はい。で、最後に、包丁で入れると。もうほぼ切れてるからね、これ。大丈夫。はい、こんな感じ。いいんじゃないですか。ね。ほら、綺麗な身だ。ね。で、これもね、後でご飯に使いたいと思います。ね、出汁が出るんです。このキジハタはね、なんだろう、そんなに馴染みないんですよね。一般の方からキジハタ食べたいなってピンポイントで言ってくださるお客様って少ないんですよね。だから知名度は薄いのかな。やっぱりね、一般の人が気軽に食べるような魚という感じではなくて、どっちかというと高級魚扱いの魚なので、居酒屋というか料理屋とか料亭さんとかそういうとこ行かないと食べれない魚ですね。価格もね、結構いい値段するんですよ、これ。ただこれのね、上位互換っていうんですか、クエって言いますよね。関西の方でクエ料理とかよくありますけど、そっちのクエの方がね、もっと数段上になるんですけれども、ただね、このキジハタだってね、めちゃくちゃうまいんでね、料理屋で、ね、重宝されてます。1個ある。あ、そうだね、精進の人がいるから、それもいくら乗っけてもらう。それはお通しで使っちゃう。そうだよ。遅いわ。何言ってんだこれ。真剣嫌だよ。変なこと言わなくてよかったな。めちゃくちゃうますぎ、グーグーグー。もっと薄い方がいいのかね。これ以上薄く引くのってちょっと大変だ。歯応えある感じだと食えるんだけどね。噛めば食えるんだけど、もっと吸う、なかなか身がしっかりしてる。うまいですよ。止まらなくなっちゃう。は
はい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 、終わりました終わりました、無事に。いやー、時間はかかったけれども、まずね無事に終わりましたので、今日もねノンアルですが乾杯しましょう。本日の仕込みに乾杯。あー、うまい。それではまた次回お会いしましょう。うわっ、風が強く見えた過去さんのこと学んだ今を思えばもう怖くないさ。